あなたの知らない日本の音世界。1953年18歳の時ですか、越路師匠は大阪生まれ京都にお住まいのお師匠さんだったんですけれども、子供の頃は淡路の沼島にも住んでおられた、淡路の沼島に別荘があったんです。いけすお家のいけすこしらえて、海辺だから取ってきた魚をそのいけすにね、お家がなんか料理屋さんかなんかだったんですよね、お師匠さんのとこね。いいとこのね、そうおばちゃん、おばちゃんだったんですよね。それでそこでお父さんが義太の稽古してて、なると聞き覚えでお師匠さんが淡路のねなんかお素人さんの大会に出て一等賞もらったんですって、そんな話してらっしゃいましたよ。ちっちゃな頃からやっぱり天才と言われていたんですね。そうなんだったんでしょうかね。お師匠さんと同じですね。そうで源太夫さんのところに弟子入りしようか、先代の源太夫さんですよ、源太夫さんのところにしようかと思ってたら、ご自分のうちのお客さんが山城さんのところに行きなさいって言って紹介してくれたんで、山城少女さんのところにお弟子さんになったんですって。越路師匠は山城少女のお師匠さんのお弟子さんということですよね。どんな感じのお稽古をその越路師匠のところではまず淡路っていうこともあって、その四ツ橋の文楽の時もちょっとも私も出してもらったりしてるとか、お師匠さんも聞きに来はるから分かってたらしいの、自分私のことも。子供がいるの上流のお師匠さんたちの会、四ツ橋文楽の会の中に私がいるなっていうのね、知ってたらしいの。それで若田師匠に言ってみえた時に、これなら大丈夫と思われてたのかもしれない、その時には。開目のためやったら断ったと思うけれどもね、記憶はあったんだと思う。その越路師匠は先ほど春駒師匠も聞きに行かれてたっていうお話で、この女の中でその春駒よりもっとうまかった人がいたらしいの。みんなやっぱり文楽の人も聞きに行ったし、綱藩のお師匠さんたちも春駒が出てるとか言って言うと、その先代の源太さんも春駒も住みましたかとかって、みんなやっぱり文楽の方も春駒聞きに行ったらしいです。東広さん。東広さんですね。竹本東広師匠、それから豊竹古銭師匠、古銭さんで、大阪の針十とかでもずっとやってたのを越路師匠はやっぱりもうお勉強のために聞きに行かれたっていう。その当時すごかったんですね、女性の義太夫っていうのはね。そうやっぱりね。文楽のお師匠さんがみんな勉強に聞きに行かれるぐらい。それはね、やっぱり師匠が全部男の師匠だから。大阪はそうだった。大阪のその大物になってる師匠方みんな春駒も春子でしょ、三長さんのお師匠さんはうつぼだいう自分に女のうつぼって言って目つぼっていう名前もらってるらしいの、三長さんのお師匠さんも。山城さんのお師匠さんから三長で通してるから目つぼっていう名前使わなかったんで、それでもう山城さんのとこへ稽古に行かれなくなっちゃった。それを使わんと二三丁のままで通したんですね。小丸助師匠も越路師匠というすごいまた方につくことになって、そこでその初めて義太夫ってこういうものなんだってことが初めてちゃんと解明されたんですね。だけど怖いなと思って、もう本当にもういっぺんしか言わないぞっていう、同じことはいっぺん何遍も言わないっていう、いっぺんしか注意しないっていう、もう本当に怖かったですね。もう一遍聞かないようやったらもう次頼めないじゃないですか。だから本当に怖かったけど、怖かったのが良かったんだなと思いますね。こんなお師匠さんはいらっしゃらないと思う。越路師匠にお習いするときに、女と思わないとか言われた。言われました。女と思わないよって。女と思ったら甘くなっていけないと思うから、男だと思うから。じゃあ文楽さんと同じようにもビシバシ教えてもらった。そうでした。
でその時にその義太夫って本当はこういうものだったんだってことがスーッと分かったっていう言ってはくれないんだけど、うんあそうなんだっていうのは自分で悟れるようになった。あそうなんだと思って、あこうかそうなんだと思って、気づかせてくれるね。その時にお父さん義太夫の基本の憲法みたいなものをそこでそういうことやね。教わったっていうふうにどっかでおっしゃってられるんですけれども、まあ、例えばもう声の出し方とか、節はこういうものが基本であるっていうこととか、その音の音使いとか息の使い方とか、間のこととか。あとはそのテンポ感って足取りとか、その逐一その都度じゃなくてものの稽古に始まったらそれに備わってそういうことが全部説明ついてくるわ。説明しないでも聞いてるうちに説明になってその言葉で説明というよりは、こう聞かせていただくとそれはそうなんだっていう、悟らしてもらえる。その役柄によって声をちゃんと使い分けるとか、こういうふうにその人物を描写するとか、登場人物の気持ちをどういうふうに女の人だから声帯も違うしね、大体女の人は自然に出しても声が柔らかくなって振り回すことになるから、できるだけまっすぐに出しなさい。振り回さないように同じ節を言うてもね、自然に回すとね、自然に降りるのを待ちなさいとか、そういうことはおっしゃる。どうしても女が出てきてはいかんと。やっぱり女性の義太夫っていうとこう節をこう、回す振り回すっていう感じのことになっちゃう。多かったってことなんですか。まあそうなっちゃうから、そうならないようにできるだけ。回してもいいけどある程度のことね。難しいですね、女性の義太夫とね、男性の義太夫のその違いというか。でも大阪の女流の義太夫のお師匠さんは、やっぱり文楽のお師匠さんに習ってるわけだから、そんな振り回す人いませんよ。振り回しはされなかった。だけどそんなに師匠みたいにカチッと言うてもらってるかどうか、それは師匠によって違うから分かりません。だけど相対にそんな人はいません。まあ師匠によって違いますけれどもね。その東京の義太夫っていうと当時はやっぱりこう割と節を効かせて、こう拳を回して効かせるっていうのがまあ主流であったっていうことなんですね。それに対して文楽のお師匠さん方はあまりそういうふうに節を効かせるというよりはやっぱ物語を効かせるっていうことに主体を置いてたっていうか。駒之助師はもともとは淡路のご出身だけれども節を振り回すっていうお稽古はしませんけどね、たった1年ぐらいでもね、やっぱりそれは淡路弁だとかね、言われましたよ、小師匠に。まあガキ軍が強かったりいろいろすると思うのね。淡路はね、淡路でまた別ですもんね。発音が違う。発音が違う。GI に行く音程が通ると道が違うね。通ってくる道がね。節自体が違うんです。そう。だからなんか違う。素人さんでも上手な人やったらそのままプロ扱いで、今でもそうだと思う。それだけその一般にとても根付いているそうということは言えるわけですよね。だからね、古い上手な人は商売人さんみたいにね。それぞれ良さがまあね、あると思いますけれども、でも小主人師匠はそれでその芸風としてはどういうところがやっぱり駒之助小主さんとしては惹かれるところ。なんていうか旋律によって文章壊れてる場合ありますよね。節を立てなきゃなんない場合に文章を立ててやるように工夫してはるね。その言葉が分かるような字合いを旋律の通りにいかないでね、もうそれをうまくその言葉を立てて文章を立てて言ってると、すごい音使いがその三味線の間を縫って三味線とぶつからないように、そうすると言葉が立つというか、文章が立つように、文章が分かるっていう。例えばね、一番分かりやすいのが太閤記の
ただ呆然と言ったらもうじゃらん引いて全そこで今日息引いてから全体ただもうこう全体全でこう息を引いてからデンタルって何やってんねんわかんないですね。なっちゃう言葉がわかんなくなっちゃう。わかんなくなっちゃう、仙台の礎像礎像でうまいことこうそれをどうとこううまいこと礎像に聞こえるように息をかとかそういうところはものすごく考えて言ってはる。言葉が聞き取れる。そうであいうようなその文字をすごく大切にしてあります。言葉であってもねその文章が立つようにできる限り言葉を立つようにしてはる。それでずっと旋律がついてるとどうしても合うのだけどその中の色の持っていき方がちゃんと文章が立つようにすごく考えてやってはると思う。本を読み込んで、これをどれだけその聞き手に分かってもらうかってとこをまず考えて、やっぱりその聞いてもらってどれだけ伝わるかってとこを大切に、そうですね。非常に近代的な論理的な解釈をしながら分かりやすくされたっていうところなんですかね。やっぱりそれはすごく考えてやってはるなと思います。もう品格が素晴らしくやっぱり、まずお姿から非常に美しく、でご本人は、私は声が良くない声ね私は子供の時聞かせてもらってすごく潰してはった。いつも声からしてはったけど上手にからしていつの間に変わった時にはもうすっこぶるいい声になってる。その潰すっていうのを女の人でも潰すっていうことは声潰さんでもいいよってそれはおっしゃったよ。昔はね潰すということあったけど。昔はねなんか喉から血出るぐらいの声を鍛えて潰すっていうのがいい。それはそんなことする必要ないと。出し方だからってそれは言わはれてね。そういう潰し方はしない方がいいって言って。その潰し方も考えたのかなんかすごくいい声に変わりはる。その後その後すごくいいちょっとすこぶるすいたらしいいい声じゃないですか。そうすいたらしいっていうのが分かる。素晴らしく色気があるというかそうですよね。色っぽいというか。実は私、初めて文楽を見たのが朝日座で越路太夫だった。で、20歳前だったんですけど、文楽行っても分からへんやろと思って行ったんです。すいません。それで縁があって連れて行ってもらって、文楽のことも何も分からないままミーハーで行ったんですけど、とっても分かった記憶があるので、今のお話よく分かります。かっこいいと思ったもん。かっこいいですよね。長野さん足長いもんね。かっこいいですよね。すごいかっこいいし、あと一言何かおっしゃって、例えば言葉のところ、セリフのところ。リアルですね。よく稽古してもらったあそこはもうちょっとリアルにいこうかって言ってくださったよね。そうなんかポッとおっしゃるその一言がリアルなんです。世話物の言葉とかもね、本当にその登場人物の人が言ってんだな。そんなとこありました。本当に私はもう本当にそれでもうとにかく前に習ったものがどんなもんであろうともういっぺんお師匠さんに聞いていただいて言っていただいてからでないとやらんとそう思って何でも大阪でも何でも全部師匠のもんでないと思って全部頭さらにしてそういうふうに、思うぐらいこうなりました。厳しいお師匠さんであるけれどもすごい厳しい怖いなと思ってそれがもう本当になんでこんな怖いんだろうと思うけどそれは怖いのは当たり前だと思う。こういうことをやってはるんだから悟らんかいやいとこっちだよね。
それはそうだと思う。本当に怖い。そうだろうな。楽屋も行ったらみんなピリピリして、一段のうちに初めからしまいまでちょん入れられるようやったらさ、もう明日次行って頼まないじゃないですか。怖かったよね、だから。でも終わった後にちょっとお茶飲んだりすると、優しいなんか言ってた感じになるとこが、またこれが素敵だなってでみんなにはすごい厳しいって言われたけど、本当は常温にすごい脆いお師匠さんだったっていうふうにね。いや本当に冷たい人なんだなと思ったら、そうではないんだ。裏を返せばそうではない。こんなすっごい厳しい冷たいんだろうなと、そうじゃないんだ。それだからよかったんだと思う。すごくよかったんだと思う。自分はもう文楽で育ったようなものだにおっしゃってるぐらいに、文楽のさまざまなお師匠さんにいろんなお師匠さんに稽古していただきましたけど、あのお師匠さんのような感じはしない。まあ、そのどなたもいいんですけれども、要はそのお方の癖があるわけですね。で師匠には、越井師匠にはね、癖がない。癖はない、癖がない。だからお師匠さんが「僕の芸は誰も取れへんで」って「盗めないよ」って「取れないよ」って言って、そうなの。癖がない。要するに八代の綱藩のお師匠さんにも私行きました。行ったら、まあ越井師匠にもここでお世話になりましたって言うと、ちゃんと越井師匠は綱藩の師匠に「駒之助がお世話になりました」って言うてくれはんの。越井師匠の兄弟子さんですよね。こういうわけで師匠やっていただきましたっていう説明しとかなきゃいけないから、それと会うと越井師匠が綱藩の人さんに「駒之助がお世話になりました」って俺言うてくれはんの。それで「あんた幸せやね」越井師匠がね、越井さんが綱藩の人さんに私のことを俺言うてはったやつで、綱藩の人さんは駒之助が高校でこうだって言ってまた私の話をしたはったっていうことを聞きましたけど、本当に私のこともちゃんと俺言うてくれはんの。他のお師匠さんにも幹事さんのお師匠さんにも稽古していただいたし、松之助さんのお師匠さん、これは皆女の人行きますしね、していただいたし、他のお師匠さんにも二世喜左衛門師匠とかに喜左衛門師匠だけはね、越井さんのお師匠さんが私のことを本人前に置いてあれですけど、僕のことをよく覚えてくれますねって喜左衛門師匠に言うてくれはんねん、私のことを。これだけは師匠が言わはんねん。喜左衛門師匠に一遍しといてもらったらよかったなって言うんだけど、してもらってなかったの。でいつも喜左衛門師匠はニコニコしながら「そうっていう声を聞いたの。してもらったことない。それと八日のお師匠さんには何回外で聞いてたもらっただけのことですし、他のお師匠さんには吉兵衛さんのお師匠さん、四ツ橋の文楽の裏にいた古い吉兵衛さんね、もうほとんどのお師匠さんに稽古してもらった。引退したこの大隅さんにも春駒が言ってたのでついて行って稽古してもらって、わしの純金やでよう覚えときやって言って、小坪お師匠さんはね、下で綱藩のお師匠さんの稽古してもらってると上で聞いてはって、それで「あれ今誰やってんのんや」言うて聞きに来はんねんって。それで私は言うて「ああそうか、いつも楽屋に来てる子か」って言って言わはったって、あのお師匠さんにはしてもらってない。でもすごいもうきら星のごとき名人に